んにちは。今回はですね、あなたが送ってくれた資料をもとに、3DCG 制作とか映像編集みたいなヘビーな作業をする上で、どのウイルス対策ソフトがいいのか、それを一緒に探っていこうと思います。やっぱりパフォーマンスは落としたくない、でもセキュリティも妥協できないっていう、結構悩ましいですよね。そうですね。いただいた資料、価格とか機能はもちろん、特にクリエイティブ作業で気になる動作の軽さ、それから保護性能、このバランスを比較してますね。はい。あなたのそのクリエイティブなワークフローを邪魔しないで、でもしっかり守ってくれる、そんな一本を見つけるのが、今回のテーマですね。中にはあえてソフトを入れないっていう選択肢に触れてる資料もありました。それも気になりますね。では早速ちょっと深く見ていきましょうか。まず基本中の基本、Windows Defender。これ無料なのはすごく魅力ですけど、クリエイティブ用途としては実際どうなんでしょうね。ですね、資料を読むと、日常的なネット利用なら保護性能は十分だと。はい。それに OS 標準なんで、やっぱり親和性が高くて動きも軽いっていうのが利点みたいですね。なるほど。ただ検出率っていう点では必ずしも最高レベルではないと。はい。あと最新の脅威への対応とか、何かあった時のサポート、これは有料ソフトに比べると限定的っていう側面があるようです。なので大量のプロジェクトファイルとか、クライエントさんのデータを扱うってなると、ちょっと心もとないかもしれないですね。まさにそこなんですよ。レンダリングとか大きいファイルを書き出してる最中にバックグラウンドで重いスキャンが走っちゃうのは絶対避けたいですから。わかります。そうなるとやっぱり軽さ、これで特に名前が挙がってるソフトってありました？資料全体でこれは結構際立ってましたね。 ESET。 ESET。はい。動作の軽快さっていうのはもう多くのレビューでかなり高く評価されてます。 CPU とかメモリーへの負荷が低いと。負荷が低い。ですからあなたの 3DCG とか動画編集みたいに PC の性能をもうギリギリまで使うような作業、これへの影響を最小限にしたい場合には、かなり有力な候補になるって言えると思います。なるほど。検出力も高水準とされてますしね。パフォーマンス重視なら ESET が良さそうですね。一方でその保護機能だけじゃなくて、もっといろいろ機能がついてる方がいいっていう場合はどうですか？そうですね。その点で言うと、資料でよく取り上げられているのが Norton 360ですね。ノートン。これは単なるウイルス対策っていうだけじゃなくて、例えば VPN、公共 Wi-Fi とかで通信を暗号化する機能ですね。はいはい。それからパスワード管理とか、あと容量が小さいですけどクラウドバックアップまでついてるっていう総合パッケージなんですよ。へえ、いろいろ入ってるんですね。はい。検出力もトップクラスと言われてます。ただ機能が多い分、あなたにとって本当に必要かっていうのと、あとシステムリソースへの影響がどうかっていうのはちょっと考えるポイントかもしれません。資料によると最近は結構軽量化も進んでるみたいですけどね。機能は確かに魅力ですけど、コストもやっぱり気になりますよね。資料には無料のアバストとか AVG、 あと買い切り型のゼロっていう名前もありましたけど、これらはどうですか？アバスト AVG は無料版でも基本的な保護はしてくれるんですが、広告表示がちょっと気になるっていうのと、あと過去にデータ収集の問題があったっていう点が資料では指摘されてますね。なるほど。一方でゼロウイルスセキュリティ、これはもう更新料がいらないっていうコストパフォーマンスが圧倒的です。それは大きいですね。ただ検出性能に関しては最新のトップクラスの製品と比べると少し劣る可能性があるというのが一般的な評価みたいですね、資料を見ると。でも動作がすごく軽いっていう点はクリエイティブ作業にはプラスに働くかもしれません。他にもいくつか名前が挙がってましたよね。ビットデフェンダーとかカスペルスキー、あとウイルスバスターとか。これらはどういう位置づけなんでしょう？そうですね。ビットデフェンダーは世界的に見て検出力の評価が非常に高いですね。ただ日本語のサポートが少し手薄かもしれないという情報があります。はい。カスペルスキーも同様に高性能ですけど、一部の機能設定がやや専門的というか詳しい方が向きかもしれないですね。なるほど。でウイルスバスターはやっぱり日本国内でのサポート体制とか使いやすさには定評があります。ただ軽さっていう点では ESET に一歩譲るっていう比較レビューが多いようです。なのであなたの PC スキルとかサポートをどれだけ重視するかで評価が変わってきそうですね。本当にいろいろありますね。資料の中にあったソフトを入れないっていう選択肢、これは現実的に考えてどうなんでしょう？
それはですね、ちょっと注意が必要ですね。資料が言いたいのは、多くの場合 Windows Defender がちゃんと動いてるなら追加で有料ソフトを入れなくてもいいかもしれないっていう、そういうニュアンスみたいです。なるほど、そういうことですか。ネットにつなぐ以上はディフェンダーを含めて何らかの保護はやっぱり必須と考えた方が安全でしょうね。はい。資料で入れない方が良いって書かれてる特殊なケース、例えば完全にオフラインでしか使わない作業用 PC とか、あるいは自分で高度なリスク管理ができるかなりの上級者とか、これはまあ一般的ではないですよね。ディフェンダー自体を無効にするっていうのはかなりリスクが高いので推奨されていません。なるほど、了解です。いやー、本当に選択肢が多いですね。結局あなたにとってのこれだっていう最適解を見つけるには、何を一番重視するかっていうその優先順位付けが鍵になりそうですね。まさにおっしゃる通りです。資料全体を眺めてみると、やっぱり軽さを最優先するなら E セットかなと、機能の豊富さを取るならノートン、コストパフォーマンスならゼロ、標準機能で十分と考えるならディフェンダーっていう、そういう軸が見えてきますよね。はい、確かに。なのであなたの作業内容とかお使いの PC 環境、それからどの程度のリスクまでなら許容できるか、そういったご自身の状況に照らし合わせてこれらの情報を活用していただくのが一番良いと思います。わかりました。ありがとうございます。最後にこの情報からもう一歩だけ深く考えるとしたら、何か視点ってありますか？そうですね。これらのウイルス対策ソフトってもちろん強力な盾なんですけど、決して万能ではないっていうことですね。はい。結局どのソフトを選ぶにしても OS とか普段使ってるアプリケーションを常に最新の状態にアップデートしておくこと、基本ですね。そして多分これが一番重要なんですけど、あなた自身が怪しいメールとか変なウェブサイトに対してちゃんと警戒心を持つこと、これが大事です。最終的にはソフトウェアによる保護とあなた自身のそのセキュリティ意識、この2つがしっかり組み合わさって初めて本当に安心してクリエイティブな作業に集中できる環境が作れるんだっていう点を心に留めておいていただけると良いのかなと思います。